さてさて、今日はですね、夏に食べたくなるそんなアイスキャンディーを作っていきたいと思います。お楽しみに。炭酸水やお好みのジュース、お好みのフルーツを準備してください。型に流し入れ冷やし固めれば夏にぴったりのカラフルなオリジナルアイスキャンディーの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ、今日は気分が楽しくなるようなそんなアイスキャンディーを作っていきますが、もうルールはありません。いろんな種類のフルーツなどを用意してください。さあ、じゃあまずはレモンいきましょうか。さあ、レモンをスライスします。それからライム、レモンとライムを薄くスライスをしていきます。よし、お水、ソーダ水なんですが、いい音ですね。ソーダ水を今日はね、可愛らしいようなちょっとねおしゃれなアイスキャンディーに仕上げますんで、ちょっとソーダ水っていうのもあってもいいんじゃないかなと思います。あとミントもね用意してください。で、ここにゼラチンを入れていきます。で、それから蜂蜜です。さあ、今日は基本的には、それぞれにゼラチンも入れていきます。ちょっとゼラチン入れると食べやすくなりますんで、ぜひちょっと、ね、入れてみてください。さあ、いろんな種類のがあるんですけれども、今日はちょっとこういうタイプの型をねちょっと持ってきました。で、そこに流しましょうか。流し、レモンやミント、またはこのライムを入れていきましょう。もう少し入れ、よし、これはこれで完成ですね。一つ目は完成。さあ、では続いて2つ目なんですけれども、ここでオレンジジュース、綺麗な色してますね。それとここに何を合わせるかというとラズベリーだ。あったらぜひ、もうこのようにね、ちょっとこうちぎったりそのまま入れたり、ちぎったりそのまま入れたりして、もう詰めていきます。そしてこのオレンジジュースにまたゼラチンを流し、しっかり混ぜましょう。いい感じだね。仕上がった時に色も可愛いと思うよ。よし、入りました。ちょっとブドウいきましょうかね。ブドウジュース、これまたゼラチンを流し混ぜて、ブドウいきましょうか。王様のようにこうやって食いたいところですけれども、これをいくつか入れていきます。それからオレンジ、さあ、この組み合わせもいいんじゃないかなと思います。さあ、この甘いぶどうにねちょっとした酸味が入るといいアクセントになるんじゃないのかなと思いますが、ちょっと入れていきましょう。よしと。さあ、流し入れますよ。よし。さあ、では続いてちょっとここに残った先ほどのね最初に作ったこのソーダ水があるんですけれども、
これは生かしでいきたいと思います。でここにシナモンパウダー、これがまたいい味を出してくれるんじゃないかな。混ぜましょう。このように混ぜて、そしてお得意のエディブルフラワー、なんとお花を使っちゃうんですね。さあフラワーはこのようにちぎって入れていきましょうか。さあ、あとは流し込むだけです。もう一つも。ちょっとね、こういう楽しみ方もありなんじゃないのかなと思います。さあ、じゃあちょっと閉じて、しっかりとさあ、あとは冷やし固めていくだけです。冷凍庫に入れ待ちましょう。さてさて、冷やし固めたらもう完成です。じゃあちょっとこのウッドのね感じでいきます。うわ、いい感じに仕上がってんじゃない。これはうまそうだ。グレープもいい感じ。こっち行こう。それとフラワーはおお、綺麗にいい感じに入ってるね。こっちの向きでいこうかな。バッチリいい感じだね。さあ、今日も取り合いだね。なんかたまにはこういったオリジナルのアイスキャンディーを作ってみるのもいいと思います。さあ、完成しました。早見流のオリジナルアイスキャンディーの完成です。良い一日を。